こんにちは、あおいです。今日は毎回子供たちが完食する3色そぼろ丼のレシピをご紹介します。そぼろ丼はひき肉と卵で作るイメージがあると思うんですが、保育園ではここにほうれん草も加えて野菜もしっかり取れるようにしています。保育園でも行事食の時に困ったらそぼろ丼出すぐらい本当に子供たちに大人気なので、優しい味のそぼろ丼ぜひ作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室、今日は3色のそぼろ丼ですのでいきなり噛んだね。3色のそぼろ丼ですので、ご飯の上に3種類の食材を乗せていきます。ほうれん草と、あと卵と鶏ひき肉を使います。で、卵はアレルギーがあるお子様も最近増えてきているので、卵を使わずにその代わりにこの根幹で黄色の色味を出して作るのでも大丈夫です。今日は2合分の分量で作っていきます。ほうれん草はまず根元の部分を切り落として、そしたらここにたくさん土がついてますので、よく確認しながら洗っていきます。保育園では3回水を取り替えて虫がついてないかっていうのをよく確認しながら洗っていきましょう。ほうれん草はそぼろに形状を合わせて細かめに切っていきましょう。だいたい5ミリ幅くらいかな。細かく切っていきます。葉の部分は大きいと口にへばりついて危ないので、粗みじん切りにしていきましょう。なんか今下に落ちてった下に落ちていった子たちがいた気がするぞ。ほうれん草は茹でてからカットするっていう方が多分主流のやり方だと思うんですけど、もちろん茹でてから切った方が栄養素の損失っていうのは防げます。ただ保育園だと茹でたもの、加熱済みのものをカットするってなると衛生管理がすごく厳しくて難しいんですね。なので先に切ってから茹でるっていう方法をとってますけど、ご家庭だとそんなに量も少ないですし、衛生管理もねそんなに厳しいってわけではないので、先に茹でてから絞って細かく刻むっていうやり方でも大丈夫です。ではほうれん草を茹でていきましょう。そぼろ丼って本当に子供たち大好きでよく食べるので、やっぱりよく食べるメニューにはなるべく野菜を入れてたくさん野菜を取ってもらうっていう風にすると、無理せずに子供が野菜食べられるので、なので3色目の色味はほうれん草を使っています。うわー、いい匂いだな、ほうれん草もほうれん草は2分経ったらざるにあけましょう。ほうれん草はアクが強い野菜ですので、ざるにあけたら必ず流水でアクを洗い流すようにしてください。ほうれん草を流水にさらしたら、今使っていたお鍋を一度洗ってしっかりとアクを取り除いたら、この中にほうれん草を絞って入れていきます。で、お鍋はまたねほうれん草の色がつきますので、同じお鍋使って大丈夫です。私もさっと洗ったのでまだちょっと緑のとこがついてるんですけど、またほうれん草色に染まっちゃうのでそのまま使います。そぼろ丼の上にほうれん草をのせますので、しっかり水気を切った方が美味しくなりますので、ここでギュッと絞ります。で、お鍋に入れていきます。ほうれん草を全部水気絞り終えたら、ここにお醤油を入れていきます。醤油で少しほうれん草も下味をつけます。そしたら弱火にしてほうれん草を炒っていきます。ご飯の上にのせる前に一旦ここで炒ることで水分がしっかり切れるというのと、あと醤油の香ばしい香りがつきますので、ほうれん草がすごくお子様にとって食べやすくなります。ほうれん草って加熱するとこんなにちっちゃくなっちゃうのって毎回びっくりするんですけど、あんなに切った時あったのに絞ったらこんなちっちゃくなっちゃった。だから意外と量は少なくてもしっかりほうれん草は食べられてるという。ほうれん草はもう茹でて加熱してありますので、 1,2 分さっと炒めて水分が飛んでしっかりと醤油がほうれん草に馴染んだら、これで火を止めましょう。メインのそぼろを作っていきましょう。鶏ひき肉を使います。鶏ひき肉とお醤油加えます。お醤油と、それからお砂糖です。お砂糖も入れていきます。そしたらこれは弱火にかけながら、保育園だと量が多いので中火で炒めていくんですけど、ご家庭だと量少ないので強めの弱火で炒めていきます。ひき肉にたくさん油含んでますので、油引かずに作ります。
結構行事食とかでもそぼろ使ってちょっとデコレーションしたりとか、そぼろご飯にすると本当にすっごいよくご飯食べるので、困った時はそぼろ丼にしてましたね。ご家庭だと菜箸とかでいった方がより細かいそぼろができるので、菜箸を2本ぐらいまとめて持っていります。保育園だと量たくさんあって、菜箸だとすごく時間かかるので、木べらでガーッとほぐしながら混ぜていきます。ひき肉にしっかり火が通ったら、これで火を止めて完成です。薄味なのでかなり色味は薄くなります。でもしこの木べらで混ぜていて結構大きな塊になっちゃったなっていう場合は、こういう泡立て器とかで上からギュッと潰してあげると細かいそぼろができますので、もしやっちゃったってなったらこれで修復できますので大丈夫です。では最後の3食目、卵を作っていきましょう。保育園で卵を扱う時はよく洗ったら、まず小さい容器に割り入れます。でこの状態で殻が入ってないかとか卵の状態を確認して、問題なければ特用のボウルに移し替えます。そしたらここで卵を溶いていきましょう。よく溶いた卵はざるでこしながら、さらに殻が入らないように異物混入対策をしていきます。結構このざるに殻が引っかかってたりすることもあって、意外とね見落としてることあるんですよね。そしたらここにお塩を入れます。お塩とあとお砂糖で卵の味付けをしていきます。お砂糖です。そしたら弱火にかけながら菜箸バージョンで作っていきます。4本持ったらこれをぐるぐるかき混ぜていきます。保育園だと量たくさんありますので、泡立て器でもうガーッと混ぜながら作るのがおすすめです。でこの菜箸4本分使った方がより細かい卵ができますので、ご家庭ではこのやり方が一番おすすめです。全然そぼろの話ではないんですけど、私卵焼きって甘いのよりもしょっぱい系の卵焼きが好きで、甘いのがねちょっと苦手なんですよね。ただ自分のねそういう個人的な感覚で給食作るのは良くないのでこのそぼろはちょっとお砂糖多めの甘めにしてるんですけど、でちょっと底の方焦げそうだったら鍋浮かせてぐるぐるとかき混ぜてからまた火にかけます。ちょっと喋ってもたもたしてたらなんか塊がすごいできちゃったな。うわ香ばしいいい匂いがしてきた。中までしっかり火通ったら火を止めます。でもたもたして大きいね塊ができてしまったので、先ほど言ったようにこのマッシャーで潰します。上からこんな感じでしっかり泡立て器で後から潰せば細かくなりますので、私のようにちょっともたもたしてしまって大きい塊ができちゃった方はこういう風にやればね大丈夫なのでご安心ください。ではいよいよ盛り付けしていきましょう。今日は三角形に盛り付けます。三角形って難しいんだけどね。こんなもんではないでしょうか本当はもっとバババって乗せるんですけど、別々で盛り付けるんですけど、このままだとお子様すごく食べにくいので、食べる直前で必ずこうほぐして混ぜてからお子様にあげるようにしてください。葵の給食室。給食嬉しいな、おってても綺麗になりました、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきますいい匂いにやけすぎてる。それぞれ匂いがまた違っていいよねいただきます。そぼろとほうれん草を一緒に食べるか。いただきます。もうさ、こんなに口の中に入れた瞬間に美味しいって思う卵も食べよう。優しい。卵はすごいふわっとして優しい味です。美味しい。で本来は先ほども言ったように全部こうご飯と混ぜて出してあげた方が子供がすごく食べやすくなるので、保育園ではそういう風に保育士さんが混ぜて出してくれてます。
いや、これは美味しい。それぞれにしっかりと薄味なんですけど味をつけてますので、どこを食べても美味しいし、またそぼろとあと卵のこの優しい味があって、ほうれん草がねすごく食べやすくなってます。そぼろ丼は保育園で大人気で、もう毎回ご飯が空っぽになってくるレシピなので、ぜひ皆さんこのレシピで作ってみてください。本当に大人の方にもおすすめです。 YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。